はい、皆さんおはようございます。こちらはですね、朝の5時半を回ったところでございます。すでにですね、Airbnb を出て、着いて次の日に来たペシートを食べた、場所があるんですが、そこがですね、朝5時から、開けてくれるということなので、開けてもらって、まだね、入り口は自動ドアが閉まってるんですけど、中に入れてもらって、今朝食とお土産を買うところでございます。で、このお店はちょっと反対側からなんですが、エスパーナというお店ですかね。空港からも近く、ベストブレックファーストがあるということで、サルサをもうね、この音楽聴いちゃうと自動的にもう体が動いちゃう。インパクト見るとインパクト返しちゃう。ロベルトさんの馴染みの店なんで、ちょっと無理言って開けていただきました。ロベルトさん中まで入って、3 types. Good? For you? Thank you. It's hot. It's hot. It's hot. 朝食にこちらのおかゆ。What is the name? Alina? Avena. Oatmeal.甘い。Very good. これコーヒーと合いますね。Very good. Combination. 朝食です。De huevo pelado, no le quiero Sí. バターペーストうまい。このお店は、最初の SFL-US でレッドロースターが出た時にウォッチパーティーをやった場所でもあるみたいです。ほらノリノリですね。ものおすすめの食べ方でございます。こちらのガーリックパン、しょっぱいやつね。それをこの甘いコーンのおかゆにトウモロコシのおかゆだね。ミックスして食べるとボーノこれ違いますね。そしてこちら、プエルトリコ1と呼ばれるこちらのお店のケッシート、甘いパン生地の中にチーズ、これもね甘く味付けされております。ここのお店のケッシートが、こんなにたくさん食べてないですけどね、でも一番うまいです。空港からも5分で来れるんで、ぜひ皆さんお試しください。First, make sure your seat is upright. All larger electronic devices are put away, and your tray table is stowed. テキサスのダラスに向けて5時間40分のフライトになります。If you have a carry-on, place it all the way under the seat in front of you. Larger carry-on luggage goes in the overhead bin. If you have small handheld devices, such as cell phones, tablets, and smartwatches, please switch them. If you haven't already fastened your seatbelt, insert the metal end into the buckle and pull the strap so it's tight across your hips. はい、ダラス国際空港に着きまして、今、こちらのスカイインクを使ってターミナルを移動しております。だいぶ時間に余裕がありますね。2時間半ぐらいおそらく、乗り換えまでに余裕があると思います。ここの空港ね、かなり大きいです。おそらくね、全米でも地理を争う大きさなんじゃないかなと思います。でそれもそのはず、ダラスのあるテキサスというのはですね、アメリカでアラスカの次に、大きい州となっております。でその面積はなんと日本全体の2倍以上と噂されるほど。その中でも一番大きい都市がおそらくダラスで、これからねターミナル D の方に行って行ければアップルビーズという、こちらのファミリーレストランに行ってみたいと思います。
さあこちら我々が行きに、スカイリンクに乗ったところなんですが、なんとここにアップルビーズありました。アップルというとアップル社をねどうしても想像してしまうんですが、なんでもデニーズと双璧をなすぐらい、カジュアルなお店みたいですね。さあこちら、アップルビーズというですね、入ったことあるかどうかわかんないですけど、非常にメジャーなファミリーレストラン的なものです。でメニューはいろいろあるんだね。一応テキサスの名物としては、揚げ物はね結構有名だと思うんだよね。バーガーも捨てがたいな。迷うな。なんかでもステーキ美味しいって書いてあったんだよな。さあ、評判の高いアップルビーズのステーキ8オンス、そして飲み物来たんですけど、どうでかい。しかもおかわり自由。これはソースがないので塩コショウで食べる形になりますかね。非常にシンプルな形です。ブロッコリー、マッシュポテト、ステーキ、黒は野菜からいきます。そう来なくちゃって言われしてますね。ブロッコリーの青臭いところが、これステーキソース、ビネガー、モザイクなしだ。ブラックペッパーと塩のみです。ミディアムレアです。ファミレスでこれは十分です。うまい。ナイフの通りも悪くないんで。マッシュポテト、クリーミー。アメリカにしては味がくどくないというか、そんなにしょっぱくない、優しい味です。マック&チーズもいかせていただきます。このマック&チーズは普通です。でも旅をね振り返っていきましょうか。アメリカが去年の7月以来だったんですが、海外はね移動さえなんとか我慢できれば本当にいい経験できますよ。やっぱ違う文化だし、お互いのその分からない文化とかもいろいろコミュニケーションしてると、こういうところ違うんだなとかいうのも分かるし、でもこういうねいろんな経験をするのはとてもいいことだと思うんですが、やっぱり時間とお金ですよね。昔はねもう完全に招待の大会とかも、でも今から10年以上前だな、結構ねいろんな地域であったんですけど、最近はでも招待っていうのはそんなに昔の方が少なくなってるんじゃないかなと思いますね。とはいってもこの前の上海の大会とかは完全に招待していただいたんですが、今回もフライトチケットは、自分で取ったんですよ。で物にそれを伝えたら、もう後のね泊まるところの手配とかそういうのも全部やってくれて、マジでありがたかったな。若いプレイヤーの人たち今すごい出てきてますんで、もしねチャンスがあったら、あとねチャンスがありそうな気配を感じたら、ぜひ積極的に前捨てして経験してみてもらえると、世界が広がったりいいことが起きるんじゃないかなと思います。あとは言葉だね。幸い多分今ねカップ前でいろんな海外のプレイヤーが日本に来てると思うので、ちょっとコミュニケーションを取ってみてはいかがでしょうか。あとはでも時差があるところの方がきついね。同じくらいの時間かけて、オーストラリアとかもね結構遠いんですよ。東京から10時間ぐらいかけていくんですけど、でも時差がないから自分の時差調整も簡単だし、あとは見てもらう人たちのことも考えるといい時間に見てもらいやすい。
プエルトリコはちょうど反対側だったからね。あとやっぱり、ね、旅はね、今回は現地の人が本当に大勢いろんなところに連れてってもらえたんだけど、やっぱね、大勢いるといいっすよ。今回は日本からは選手僕だけだったんですけど、これからね、CPT とかも始まっていろんな国のプレイヤーが大会に参加することになると思うんですけど、まあできればね、みんなで大会では敵ですけれども、まあ時には助け合って面白おかしくできるといいかなと思います。だいぶ尺稼ぎましたね。そんな感じで。今回取れ高がないため、こちらのゲート前のモニュメントで1枚。さあ、プラスから羽田のフライトなんですが、こちら窓際をゲットいたしました。これでね、約12時間のフライトだと思うんですが、帰って眠って体をね休ませたいと思います。そしてこちら、こちら限定とミントアックフルーリーをゲットしたのでいただきたいと思います。ミント強っ。ミントが好きな方には刺さる商品じゃないでしょうか。1時間半ほどだったので、機内食が来たので紹介していきたいと思います。ちなみにですね、3番から奈良水っていうのは、5時間超えの乗りだったんですけど、舞台線っていうこともあってせいか、機内食はなしと。まあ、飲み物はね、注文できたんですけど、はい、野菜、シラップ野菜かな、人参、シナモンバー、味噌、チーズ、そして目玉はちょっと分かりづらいですが、カツカレーだそうです。カツカレー、見た目では分かりづらかったんですが、カツカレー、しっかりとしたカレーのフレーバーもありまして、まあまあでございます。それでは到着前のご飯でございます。こちらエッグ&ポテトフルーツ、いいですね。長い13時間のフライトだったので、乗ってからね、6時間だった時にサンドイッチも配られたんですよ。そちらもね、まあまあ濃厚な味付けで結構美味しかったです。大食のフルーツをいいね。乾いたののフルーツちょうどいいです。エッグ&ポテト、マッシュポテトですか。はいどうも、プエルトリコから戻ってきました。今回は本当に現地のコミュニティの方々にお世話になりっぱなしで、僕自身もね、貴重な経験をとてもたくさんさせていただいたので、誠に感謝でございます。で、昨日ね、日本戻ってきてから軽くリジェクト部屋に行ったんですが、もうレシャーも一回韓国戻ってからまた合流して、これからはですね、いよいよストリートファイターリーグワールドチャンピオンシップへの、練習が本格的に始まることとなります。3月13日と15日に僕はワールドチャンピオンシップので出番がありますので、カプコンカップ自体は11日から始まりますので、皆様そちらの方も何卒よろしくお願いいたします。今回は、プエルトリコのウィンタークラッシュという大会に参加してきました。Vlog の方は以上となります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また